こんにちは、サムライジャパンです。さあ今回は早速いきましょう。こちらオメガですよ。みんなのサブスクリプション。こちらマサヤンさんのオメガ C マスター300マスタークロノメーターです。新作ですよ。2021年の新作出たばかりです。楽しみですね。Let's go! This program is brought to you by マサヤンさん。まずはこのでかい箱ですね。幅が25ぐらい、奥行き20、高さが12、3センチぐらいですかね。この iPad の大きさと比べていただくとよくわかるかなと。はい。で、オメガは箱が大きいというので有名ですが、これ開けるとですね、このように超立派な箱に入ってるんですね。この辺りは落下仕上げで非常に綺麗です。釣り切っていませんが、ここボタン、プッシュボタン式で開けると。箱が大きいと言いましても、これだけ立派でしたら、所有感、高いですよね、満足度が。で、キュキュキュッと。うわー、じゃじゃーんと。隣には、全部入れてくださってますね。ちょっと、これはもちろん開けませんけれども、このように、シリアルですが、マスタークロノメーター、ピクトグラム、インターナショナルワランティーと国際保証書全部入っています。で、こちらが、もうインストラクションマニュアルですね。オペレーティングインストラクション。これは多言語による分厚い説明書となっています。もちろん日本語もあります。はい。このあたりはいいですかね。でも、こういうガツンとした感じ。ここ蓋がパカッと開くんですね。そうするといろんなものが入れられるようになっています。これオメガの、袋、そうですね。拭いたりとかにも使えますよね。替えベルトを押された時も完璧に入れることができると。で香りがね、嫌味のない合成比較感のような香りがして、とってもいいですね。で、ヒンジもここ素晴らしいですね。ここ見てください。箱だけでも、もう何分経ちましたかって感じですので、はい。それでは本体はどこへ行ったんでしょうかと言いますと、もう隣に実はシャキッと用意してありまして、いきます。でででーん。はい。このようになっております。素晴らしいですね。アップ行きましょうか。うわー。これはまさにもうヴィンテージそのものと。よりヴィンテージに要はオリジナルに近づけたということですね。ですので、ここのベゼルはあえてアルマイト加工。ただ単なるアルミニウムではないんです。主なトピックですが、まずはお手紙いただいております。そしてサイズ、内外装、そしてサイズ、重さですね。そしてタイムグラファー、リストショット、コールショットと、たくさんありますので、なるべく早めにサクサクといきたいと思います。早口で頑張りますよ。それでは行ってみましょう。レッツゴー。それでは早速お手紙行きましょう。マサヤンさんからです。いただきました。このように。ちょっと同時に行きますね。若干手間取るの旅。2021年新作 C マスター300マスタークロノメーターを購入いたしました。1957年 C マスターの復刻デザインでありながら中身は最新スペック。気に入った点と気になった点を挙げていきますといただきまして、まずは気に入った点ですね。ダイバーズなので防水はもちろん対磁性、対衝撃性にも優れ、どんな場面でも遠慮なく使える機械式時計です。しかも高アクシャルダックス新規搭載でオーバーホールの間隔が長く、お財布にも優しいと。さらに精度はマスタークロノメーター認定と実用時計としては最強レベルではないでしょうかと。他にはロリポップ秒針の視認性が良いのに驚きました。これ手前で見ながらご覧ください。右手にはね、映像を流しておきます。それから、リューズを1台引いた時の単身だけ動かすことができる機能、ジャンピングアワーハンズですね。これは海外へ行く人や久しぶりに着用するために時刻を合わせる時などにとても使えると思います。いやー、本当にジャンピングアワーついたんですね。はい。私はこのレトロな文字盤のデザインが大好きです。デザインよし、機能よし、予算もあるとなれば、もはや買わない理由が見つかりません。私にとって、望むものが全て詰め込まれたダイバーズウォッチです。私は落ち着いたデザインと色使いのダイバーズは幅広い場面とファッションに合わせれる万能時計だと思っています。いやー、そうですよね、本当に。派手な色使いのダイバーズではなく、落ち着いた大人な雰囲気のダイバーズであれば、ラグスポにも負けない万能さを持っていると私は思っています。これからこの時計は一番多くのシーンで使うことになると思います。それから欠点。欠点は、というか気になる点は今のところありませんと。まだ手元に届いて2週間なので、これから出てくるかもしれませんが、今のところ全くありません。この時計を手にして、やっぱりダイバーズウォッチっていいなと、改めて思いましたと、くくっていただきました。そうなんですよ。もうすぐ送っていただいてまして、ちょっとね、裏話をお話ししますと、これも実はまさにさん予約された段階でもうご連絡いただいたんですよ。ですからもう2、3ヶ月ぐらい前になるんですか？結構前ですよ。予約しましたのでと。で、ぜひサブスクで、やってくれというふうに指示を受けまして、いやー本当にこちらも嬉しいですね。嬉しかったですね。そう。それでようやく実機が来て、ある程度お使いになられて、感想を書かないといけませんので、
それで送っていただいたということなんですよ。そう、これがその2021年の新作ですね。前作からは、どのあたりが変わったかと。例えば、一番変わったので言うと、まず大きさが変わりましたね。盤面が、もう一気に言ってしまいますけども、盤面が、1ミリ強大きくなってるんですよ。ですので、すごくワイド感が出ていますね。そして、直径は41ミリです。で、このベゼルが割と細めに、陽極アルミニウムのところですね。このあたりが細め、薄くなったと。それから、当然、秒針がロリポップになって、もうシンプルに、トップには、綿棒でいきましょうね。ここトップはもうオメガと。で、下には C マスター300。もうこの表記だけなんですよ。もうシンプルにと。そしてそのおっしゃっていた1957年のオリジナルにもう本当に忠実に再現したようなイメージ。そう。このあたりが、その原点回帰みたいなところで、現在はたくさん出ていますけれども、その中でもこの群を抜く、レベルですかね。はい。結論は素晴らしいと。以上でございます。というと、ね、終わってしまうので、これから行きますけれども、たくさん、コンテンツがありますので、なるべくサクサクと行きたいと思います。はい。じゃあ、まずは失礼しまして、ちょっと手に取ってね、実際に行きましょう。それでは早速、外装エクステリア、内装行きます。もういきなりですが、ダイヤルですね。これ、すごいですね。いわゆる、もうスーパーマット仕上げ。反射が全くないですね。すごいなぁ。そうですので、視認性は抜群と。そして、まずはこのインデックスがありまして、すべて三角型ですね。この場合、全部三角型になっています。統一されています。秒針だけ丸がある。あとは全部三角模様と。はい。そして、12時、3時、6時、9時と。このようにあると、数字があると、なんとなく、心的に落ち着く感じがありますが、私は。皆さんいかがですか？この全部がバータイプとかっていうのも私も好きなんですけれど、数字があるっていうのはなんとなく落ち着きますね。なぜでしょう？オメガと白で入っていまして、この下には C マスター300。もうこのシンプルな表示のみということですね。これは本当に、おっしゃるように1957年の、オリジナル C マスター。をもう忠実に再現して、それを現代のスーパーハイテクノロジーで実現しているということですから、ここのぶっとい地震は太くて、ここの途中まではこのように、山折れになってますね。これ峰折れ。峰折れになっていて、そこから上はこのようにスーパールミノガとされていると。後で、攻撃ショット楽しみですね。そして分身の方、今まっすぐですが、これはスーッと、そして、なおかつ、ここご覧になりますか？もうギリギリまで。はい。そして、秒針は、このロリポップですね。ここが変わりましたね。ロリポップというのは、いわゆるお菓子の名前ですね。飴。皆さんご存知と思いますけれども、ロリポップ。ドームドサファイアですよ。やっぱりなんとなく、スピードマスターのドームドに近いような気もしますね。とっても綺麗ですね。クラリティが非常に高くて、もう15度ぐらい。これで10度ぐらい。10度でも見えていますよね。角度ですよ。角度が10度。15度。20度。30。40。45。もう全然視認性には問題ないですね。さすがのダイバーズですよ。はい。で、これは、ダイバーズ300メーター実現していますが、これ、リューズのみで、エスケープバルブなどはついていませんね。プロフェッショナルとはまた違うアイデンティティを与えられているということですね。そしてベゼルの操作感いきましょうか。回してみますね。3、4、5、6、7、8、9、10と。これは120クリックですね。1周で120回のクリックがあると。つまり 0.5 秒に1回ということですね。私は120の方が好きですね。1本のタイプは割と早く回るんですけど、私の場合こういう風な測り方をするんですよ。今何分で、例えば到着は何十分ぐらいかかるから、このぐらいかなと。例えば40分後に到着だとすると、11時10分かなぐらい。そういう感じの使い方するんですね。そういう時に便利が良いですね。カリカリと言いますが、とっても心地よいです。で、ロレックス、そうか。ロレックスとぜひ比べてくださいというお話もありましたので、今は私のロレックス、サンマリナーのノーデートですね。デートなし。ですから、条件的にはほぼ同じですよね。
で、300m 防水ですから、まあ、こちらどちらかというと、プロフェッショナル、まあ、こっちもプロフェッショナルなんですけど、全く違いますね。これは本当に好みの問題ですよね。もう先ほどお手紙でいただいたように、やっぱり落ち着き感は、オメガ C マスター300。こちら非常に落ち着いてますので、そしてロレックスも、今時だとね、どんどん高級化して、もうどちらかというと、こうテカテカっと光る感じですよね。セラミックベゼルがどうしても光りますかね。そして、ダイヤルも、まあ、グロッシーな感じですね。対してオメガ C マスターこっちでこうです。で、こちらオメガの C マスターも 41mm ですので、まあ、一応大きさとしては、ほぼ同じと。シェイプ等はね、全く違いますけれども、処理の仕方も。ガチライバルのような感じのイメージが強いですね。これ本当に私も欲しくて。欲しい。結論以上です。いってらっしゃい。まだ早いっていうね。はい。ただ、かなり喋っていますので、早めにコツコツといきます。語る部分がたくさんございましてね。私が語るというよりも、時計が語ってくれるということですよ。外行きましょう。まずは外、横ですね。こっちのリューズのある方は、クラウンは、まあ、剥き出しのクラウンでガードはついていませんね。はい。このようになっていまして、もちろんオメガのマークがあってと。うん。ですので、横はサテン、いわゆるブラッシュ仕上げになっています。サテン仕上げですね。光らないと。ブレスレットですね。今回は、前作に比べると、前作は真ん中が、ツルピカだったんですよね。それが今回は両サイドをツルピカにしてきました。で、これでもういかにもテーパードしているのがわかりますね。サイズ感後ほどいきますが、もうテーパードしているのもう一目瞭然ですよね。そして反対側、左側の部分ですね。左サイド。このようになっています。ですので、こうベゼルが意外と、こう、ぽわっと浮き上がっているようなイメージが伝わると良いんですけれども、こんなになってますね。ぴったりひっついているというイメージではなくて、少し浮き上がっていると。陽極、なんとか、ちょっとテロップで出しましょうか。要は、アルミニウムがベースなんですけども、これまでのコードがアルミニウムの2倍と、アルマイト加工の2倍ということで、ここもスクラッチ、ガードをつけるような感じにしていますよね。はい。そして、あと変わった点としてはもちろん薄型。1.1 ミリ。まあ今日、簡単に言いますと、薄くなりました。で、からダイヤルもキュッと1ミリぐらい大きくなってるんですね。ダイヤルの径ということですね。ドーンと大きく見えていますよということですね。そして相変わらずのこのベゼルは少しスリムな感じと言いますかね。その辺がちょっとロレックスとは違うなという感じですね。ロレックスは割とベゼルが太めですよね。これを見るとやはりよくわかるかなと思うんです。こう、クリックのところもガジガジとしていますが、オメガはより繊細な、いわゆるコインエッジに近いタイプ。このあたりもね、やはりその当時の、デザインを再現ということで、素晴らしいですね。そして裏側にも行きましょう。これはバックル。例えば、プロフェッショナルと比べるとかなり小さいですね。で、両サイドプッシュ開きですね。右側で開きません。もうセキュリティロック完璧ですね。で、このように、このあたりはシンプルで潔い感じがします。そして、これ、プッシュとありますね。ですので、はい。これ、アジャストついてますよ。ただ、これはどのくらいだろう。アジャストも少し、ダイバーズエクステンションではなくて、いわゆる、ロレックスでいうところのイージーリンク、ロレックスでいうところっていうあたりがね、オメガの方ごめんなさいみたいな感じですけども、このマイクロアジャスト、プッシュして、これだけ、はい。そうですね。これもう本当に5ミリですね。同じように。ただこれは、1、2、2段階調整ですね。ですから 2.5 ミリずつ調整できると考えいただければと思いますね。で、このバックルも、やはり小さくなっていますので、かさばらず、おそらく、リストショットの時も完璧にぴったり収まってくれるものと期待していますね。一番肝心の高アクシャルですよ。マスタークロムメーター。はい、これおっしゃってます。高アクシャル脱進機搭載でというふうにね、書いていただきました。この高アクシャルというのはオメガだけが実現している機構なんですよね。ごくごく簡単に言うと、メンテナンスの、幅が広がると
つまり、例えば5年に1回のオーバーホールが10年に伸びるというところですとか、いろいろあるんですけど、主だったところでやはりそういうところが大きいのかなと。マスタークロノメーター認定ですから、オメガの場合は0から5秒という範囲の中ですね。ですから、マイナスは出さないと。対峙性能がもう15000ガウスと。アンペアメーターに直すと120万アンペアメーターとなります。もうね、次元が違うなと。そうですね、マスタークロノメーター、オメガがメタス、要するに、ね、スイス連邦計量認定局と、要はマスタークロノメーター認定というものを作りまして、それで最近は、意外やチューダーがメタス認定を取ってきたと。マスタークロノメーター認定取ってきたということで、おっとっとっと、これ国産勢、特に、ハイラインですね。追いつけるかなーっていうぐらいね、すごいですね。こちらお値段は正規店希望小売価格で77万円ということですから、さすがのモデルですね。素晴らしいです。ワイド、幅ですね。ダイヤメーターです。これは 41mm ちょうどとなっています。41.0mm と。で、ここが面白いのがですね、ベゼルが一番幅広ですので、実際の内径というのは 41mm ないんですね。これご覧になれますよね。そう。ベゼルがちょっと出っ張って飛び出ていると。これは操作性の面からも私は意外と好きなタイプですね。はい。で、逆にどのぐらいだろう。はい。で、ケースサイズ、ケース本体、このベゼルの下ですね。ケースのサイズそのものは 40mm 切ってます。そうですので、意外やコンパクトなんですよ。そして軽いという印象が強いです。後ほど重さも行きましょう。厚みですね。シックネス。これは、14mm ちょうどとなっています。これは、そうですね、オフィシャル、公式、どこを測るかですね。私は全部を測っていますので、要はドームドサファイアですので、このドームドが出ている分だけの合計で測っています。それで 14mm と。それでも一応メーカー的には、1mm 以上薄くしたということですから、取り回ししやすいですよね。そして縦。この部分大事ですよ。日本人特に。ラグトゥラグ。縦の部分は、これは 48mm ちょうどとなっています。48ですか。いや、もうバッチリのサイズですね。それからラグウィズですが、これはちょっと測りにくいんですけど、21mm ですね。21。今内径で測っています。21mm となっています。ですので、ストラップを交換の際はお気をつけくださいませ。21ですね。どうやっても21。はい。20ではないですね。そのまままっすぐ行っていますので、ブレスの最大幅21。そして、後ろに下がりまして、16mm まで下がりますね。なるほど。この 5mm 差ですか。21から 16mm まで下がりますので、5mm 幅下がる。そう、これだとやはりね、テーパードしてるなと感じますよね。そうですので、バックルも非常に小型ですね。こんな感じです。本当に指先、第一関節。それから、ブレスにつきましては、これは薄いですね。ですので、要はちょっと軽量化を意識したような感じが見受けられます。軽量化とともに、つまり、スタイリッシュな感覚といいますかね。分厚いというツールだけではない、少しやはり美的なシチュエーションも意識したようなイメージが感じられます。で、締めた感じ。これは、コトッと締まりますね。もう両指でこう押さえないとはまらない感じですね。ここの、ちょっとボコッと出っ張った部分。こうすると締まりますね。なるほど。後ほどリストショット楽しみですね。はい、サイズいきました。それでは、次は、重さ。どうでしょう。いきますかね。うわ、これはめちゃくちゃ軽い。146g ですね。146g。これダイバーズの 300m 防水ですよ。それを 146g で実現すると。そして裏もシースルーで、それを考えるという感じではないですか。もうとにかく全体として軽いと。操作性、先言っておきましょう。これまず、ねじ込み、スクリューダウンクラウンですね。1、2、3、4、5、6、7。7で解放されました。さすがダイバーズ。7回。やっぱりこの辺りですね。で、1段引き出すと、いわゆる日付のところですけれども、この場合はジャンピングアワーハンドと。これ、ねオメガのアクアテラなどでも採用されていますが、これ、やっぱり非常に楽ですよね、本当に。もう音も全く聞こえないぐらいの感じで、感触、手に感触は、コトというよりは、ノトって感じですかね。ノト、
こまでいかないですね。そんなに強くないです。ノトノトノトみたいな感じでサウンドの手触りのイメージです。伝わると良いんですけれども、このようにジャンピングアワーがついていますので非常に便利だと思いますね。そしてもう一段引き出すと、秒針も止まりまして、こう時間調整、時刻調整ですね。タイムグラフ入ってみましょう。レッツゴー。これご覧になっていただくと、まっすぐですね。0セカンドパーデイですよ。0秒。で、振り方352度。このあたりは、ちょっと脱進機構も等々も違いますので、一概には大きすぎるとは言えないですね。ビートエラー 0.3 出ています。そして、25200振動。これは7振動ですね。1秒間に。ですので、3.5Hz となります。ここが特徴ですよね。7っていう奇数のタイプですね。でも、このあたりはもう安心して語れると言いますか、説明できる部分。もう0がずっと続きます。とにかく0が続きますね。もうこれ見た感じも、うわ、すげえと。いわゆるすげえって感じで、すごいですねと。こう、品よく言っていれば、すげえなという感じがあります。リストショット、スーッと枝を取りに行く感じでこういきますね。もう、見た感じどうでしょうか。ブラックのベゼルが、41ミリと外周がですね、割と大きめに見えるかもしれませんが、見た感じはやはり存在感の塊と、このヴィンテージブラック、非常に綺麗ですね。それから黄色がかったカーキ、デザートカーキのような、このあたりがやはり独特の雰囲気を作り出しています。これは、本当にどんな服装でも合う感じですね。カジュアル、T シャツでも全然 OK、ポロシャツでも OK、そしてビジネスでももちろん OK と。本当に松谷さんおっしゃる通り、本当に万能ウォッチと。そしてこの装着感ですけれども、そもそも本体自体が軽いので、全く振られるというイメージはないですね。トップヘビーではなく、そうですね、重心は、腕の中にあるというよりはですね、この腕の表面、ちょうど、この辺りにある感じですね、重心が。真ん中とかではないですね。ただ、その重心といっても、何度も言うように、本体自体が軽いので、全く問題がない感じのイメージですね。そしてぐーっとこう寄せますと、このような感じになります。これがね、なかなかきつい体勢なんですけど、こんな感じに映ります。今これは白い LED ですね。全部白です。それでもこんな感じに映っています。で、ちょっとやはりサンセットなイメージを出すために、このような感じで、オレンジを足すとこのようなカラーリングとなっています。綺麗ですね。でも、1本ギリギリ入るぐらいなので、ほとんど、隙間と言いますか、余分な隙間はないですね。ヨーロッパにありがちな、横にまっすぐビャッと広がってという感じですね。そこからブレスがストンと落ちる感じ。これピン合ってますかね。これで合いますかね。ですので、やはりこのドームが浮いている感じ、ベゼルからドームが。よくわかりますよね。これ独特の形状ですね。あまり時計の詳しくない方でも、あれと思ってしまう時計のシェイプ、存在感、プレゼンスを放っているというところが申し上げられますかね。そしてこのカチッとした感触、これは、さすがにクリック感しっかりしていますね。やはりヨーロッパっぽい感じというのが伝わってくるかと思います。あんまりシャカシャカとかゆるゆるといった部分はないですね。この遊びのなさというよりも、国産とはまるでやはり違いますね。割とこれフレキシビリティがありますので、なるほど、使いやすいですね。で、装着自体はピタッと決まっていると。もう吸い付くように、落ち着くという感じですかね。ぴったり囲まれて、密着されて落ち着いているみたいな。隣に猫がひっついているみたいな感じですかね。ちなみに私の、手首周りは 18.0 センチです。ご参考ください。コールショットです。今回は右側、こちらセイコープロスペックスの大ヒットモデルですね。絶賛大ヒット中。SBDC101。これダイバーズですね。ダイバーズ同士で比べてみたいと思います。さあ、どのように違うのか。それではまず右側からセイコーの登場です。ドゥドゥドゥーン。わー。さすがに、この国産ルームブライト、素晴らしいですね。そして左側から、こちら今回のオメガ C マスター300。おー。
すごいですね。これさすがにベゼルまで光っているので、10分、20分、30分と。そして中、すごく豪華ですね。やはり、こう、比較をしてしまうと、という感じはありますね。同じヴィンテージの回帰ですけれども、オメガの方は、これご覧になるようにブルーがかっていますよね。どちらかというとスーパールミノバの中でも C1 とか C3 とかに近いような。そして、これわかりますよね。長身の方、いわゆる分身の方ですね。は、より黄色がかったような、グリーンに近いんでしょうけれども、これ画面だと黄色に見えてしまいますね。なるほど。これがBGW9 に近い色をしていますかね。で、セイコーもやはりルミブライト。綺麗ですね。このオメガのくっきり感。技術ですとか、お値段の差を感じる部分ではありますね。なるほど。すごいな。そして、この残光具合ですね。蓄光、溜め具合も、暗くはなってきますけれども、あんまり衰えていないですね。このあたりが、両者ともに素晴らしいんですが、やはりこちら左側のオメガ、一歩上を行っている感じがしますね。すごい。豪華ですよ。とにかく。これだと夜間もすごく満足できますね。では、クロージングになります。皆様いかがだったでしょうか？これは欲しいモデルですので、本当にベータ褒めになってしまいますけれども、この時計を手にして、やっぱりダイバーズウォッチっていいなとおっしゃっていますけども、やはりダイバーズ、私も好きですね。本当に、日本の気候にも合っていますしね。レザーもね、もちろんいいんですけど、日本って本当に高温多湿なんですよ。これ東南アジアもそうじゃないかと、もし思われる方は、行かれるとわかるんですけど、そうでもないんですね。もう日本の高温多湿ぶりっていうのは本当にすごいですね。カンカン照りでもう45度とかなるインドとかとまた別の違う暑さがありますね。そういうところではブレスとか、ラバーベルト、NATO とか、そういうのが普及するのはよくわかるかなと。この落ち着いたアンダーステーテッドな感じ。ロレックスとね、比較してくださいということだったので、ちょっとあえてしてみますけれども、キャラクターが全く違いますよね。そういうところなんだろうと思いますね。でもそれにしても、オメガ、オリンピックスポンサーでもありますけれども、もうちょっと、今から上がってくる、またさらに上がってくるのだと思いますね。今実際、その二次流通マーケットでもどんどん上がってますので、ダイバーズの300プロフェッショナルの方ですけれども、昨年1年前と比べて値段が10万円ぐらい上がってるんですよ。いわゆる並行の価格ですけれども。そういうのを考えると、ロレックスが牽引するところはあるかもしれませんが、それに伴って、やはり、オメガ、もう知名度もすごいですから、これ皆さんどうでしょう？定価は77。どうでしょうね。お店によっては値引いてくださるところもあるのかなと。でもそういう価格帯ですよね。というか、マーベラスな感じの時計ですね。マーベラスですよ。はい。マーベラス。素晴らしい。ということで、この度は、まさやさんどうもありがとうございます。そして、皆様いろんなまたコメント、お時間ありましたらお待ちしておりますので、どしどしお寄せください。そして高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、できたらお願いします。ちょっとね、最近お願いするようにしていますので、どうぞよろしく、ポチるだけですので、はい、お願いします。今日はこの辺りで失礼させていただきます。皆さん、今日も明日もお元気で、無事故で無事犯いらっしゃい。